こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。五葉松や黒松、小柏類ですら、この日よけが必要となるこの真夏。その中でも各種盆栽は日の光に照らされて、じっとそれを耐えて夏を過ごしています。さて今日は皆様に市場の動向というものを中心にお話をしたいと思います。盆栽もこのような古い木は自分たちで苗から作ったものをご提供するという機会はほとんどない状態になっています。古い愛好家、それとも友人の盆栽園、そのようなところから譲り受けることもありますが、基本的には業界全体の流通を支える市場、つまり業界でいう交換会と呼ばれるオークションですね。業者専門のオークションが各地で毎月開催されますが、そこの中での売買が市場の価格の変動をみんなに伝えることになります。1年前と今、5年前と今、そしてこれから時代や気候やお客様の要望によってその価格は微妙に変化していきます。もちろん価格だけで盆栽の価値が決まるわけではありません。それを参考にしながらも、愛好家の皆さんには大切にしておきたいこと、それも合わせて今日お話ができればと思います。お楽しみください。まず価格の変動のあるものでお伝えしたいのが五葉松です。盆栽の世界、小柏盆栽の世界で言えば一番上に位が来ると言われる五葉松。例えばこの木などは未生の丸柑、つまりごまかしの効かない木ですね。粘りがよく揺れ立つ幹、そして見事な葉生、その条件を備えるものとなって、このような木ですと、私がまだ若い頃は数百万が当然というものでした。おそらく当時の小売価格でいうと300万400万というところだったでしょう。さてそれが今この内久亭の庭でいくらで販売されているかというと85万円です。定価ですのでごまかしようがありません。この値段でお客様に紹介している。そんなに安いのと思われるでしょうが、これも全て市場市場での動向によります。五葉松は海外の圧倒的な人気の中で管理と培養が他の種類に比べて難しく、環境にも大変敏感に左右されてしまうので、海外勢の敬遠が目立ちます。国内のお客様にとってはそれほど変わりがないのに、五葉松だけが市場で下落している。逆目を考えてください。こんな時だからこそ、本来の五葉松の持つ価値観でいう相場の半値以下で動いているのが事実ならば、そこを狙うというのも一つになります。五葉松と同じく、やはり今相場、つまり平均価格帯が下落しているものに赤松があります。赤松っていい盆栽じゃないの？おっしゃる通り、本来盆栽としては心拍という特別な姿のものは別で、順番で言えば五葉松、赤松、黒松というのが本来の日本の盆栽の美観の順序になります。例えばこれだけの丸柑のしっかりした赤松、まだ仕上がっていないので定価を設定していませんが、おそらく近々で設定する金額でやはり5、60万円というところになります。作る手間にもなりません。なぜ赤松そんなに安いの？先ほどの五葉松と同じです。繊細な姿を持つこの赤松も培養と管理をやはり環境を選んでしまいます。海外へ持っていかれる方が向こうで管理ができないんじゃないか、そんな不安を持たれているのも事実です。
悲しい現実ですが、私たち盆栽人が本来は価格の正当性の維持というものをすべきなんですが、やはり明日売れないもの、値段がいかないものは、市場というものは正直に反映してしまいます。皆さん、よくお心に留め置いてください。五葉松と並んで赤松も逆に今はお買い得な一つです。ここに黒松があります。さて、それでは皆さんに黒松の今の市場の動向もお伝えしましょう。こちらにある黒松、決して大きいものではありませんが、中型盆栽と言われるもの。幹はうねり、そして立ち上がっていく。半圏外の姿は、古いこの丸缶の中に捻天の芸を見せています。幹芸としてももちろん一級品のこの木ですが、ご覧ください。75万円。これがもう一回り大きくても値段は変わりません。昨今はどのような暑いところ、寒いところでも環境に耐えやすいこの黒松が大変人気です。しかも今行われていると同じ目切りという作業によって短い葉を鑑賞の時に楽しめる利点があります。黒松の人気はここ10年のうち5年で2倍、そしてまたその5年から今でさらに2倍にというふうに需要の高まりによって評価が高くなっています。特にこのように荒ぶれた幹のもの、このようなものは業者間でも内容によっては奪い合いの状態が来ています。大きい盆栽は比較的全ての樹種で一般の愛好家には大きすぎて管理がという問題があります。中型や商品盆栽というもの、これは私たちの予想を超える値上がりを見せました。その中で良き材料、良き素材を探してお客様にお世話しなければならない現実が今ここにあります。五葉松の大樹です。主幹から五幹のその姿は風にたなびく吹き流れる姿をよく表しています。これだけの薄型の南蛮鉢に見事に収められているのは何十年という半世紀を超える培養の賜物です。これだけの木をつい先日木村正彦先生にきれいに整える仕事をしていただいて、それでいて小売りはなんと65万円。150年経っているこれだけの姿の木がこの値段で動かされる、それが現実なんです。皆さんぜひ五葉松の姿良い持ち込みの古い木をもう一度盆栽園でご覧になってやってください。これが次の時代に生き残る盆栽の宝なんです。さて、もう一つ盆栽にとって大切な樹種、心拍があります。シャリ感と水水、そして美しい緑の葉、このコントラストで人気高い心拍は、日本はもちろんのこと、世界の愛好家を魅了するものがあります。やはりこれも黒松やそういうもののように健常で環境に強く生育が良く人気高いものです。ただ心拍の市場の動向というと、例えば10年前を100とすると、5年ぐらい前、3年前ですかね、このぐらいですと150、そして今になって120、動向に微妙な変化があります。相変わらず人気の高いのも一つですが、なかなか素材がない、つまりシャリ感を抱くものの素材というものは100年を優に超えるというものがあります。なかなか入手のしづらいものでもありますが、さあその中で心拍のその素材の内容を細かくその価値観と合わせてご説明しましょう。心拍の盆栽の代表的な姿、水水が木の緑を支え、シャリ感の動きある
ダイナミックな造形が全体を作り上げる心拍芸術の極みと言われる姿ですが、この木はもうすでに国風盆栽展に数回展示されている由緒ある名木です。このように天然の糸魚川心拍というもの、新潟県の山から取られてすでに100年大切に育まれたような木は今激減しています。現在盆栽界に登場する木の過半数、多分7割が糸魚川心拍の枝を継いで作り上げた北海道や東北のものが多くなっています。これをご覧ください。まだ仕上がってもいない若い素材ですが、幹のうねりの素晴らしさ、もしこれを最終的にシャリカンの彫刻をして水水とのコントラストを出し、枝を作り頭を作っていけば、これもいずれ国風天級の木になります。ただこの木は山鳥ではありません。このような苗木一つから人の手によって半世紀をかけて作られたものです。人が心拍らしい捻転する幹芸を細い時につけて、それを畑で太らし、無駄を外してシャリにし、そしてここへ導いて、最後にはさらに皮を剥いて仕上げていくものです。もちろん大切な盆栽ですが、山鳥と違って俗に言う畑作りから上がった心拍というものがあるということをよく理解してください。例えばこの木なども中型サイズでとてもシャリ味の良いものですが、これも畑から剥き上げという技法で作られたものです。もちろん価値観の差というのはありますが、心拍は一番は何かといえば、もちろん山鳥の本筋で、しかも本性と言われる枝継ぎをしていないもの、なかなかその条件を整えたものは今はほとんどありません。ただ大事にしたいのはこのシャリ芸というものです。やはり畑作りで剥き上げたものと天然のシャリは大きく違うところがあります。畑作りは丸管を削っているので、水水から飛び出るような板状のシャリっていうのは出来上がりません。山鳥は本当に皮一枚が残って太いところが風雪で細くなっていくので、板サバというものが生まれます。一本持ってきましょう。大変細い木ですがお分かりになりますでしょうか。この板サバという状態、これはなかなか畑作りの木では得られないものがあります。立ち上がりの厳しさ、そして立ちながら板サバを踊らせながら行く姿、残念ながらおそらくは枝継ぎで作られたと思いますが、細い中にも心拍のまるで日本刀のような切れ味と旋律を描いている木、私も大好きな木です。心拍には山鳥の板サバのもの、しかも枝継ぎをしていないもの、古来名木と言われるものから枝継ぎをして山鳥の破傷の悪いものを導いたもの、そして畑作りで作り上げていくもの、各種が存在するので、その内容は微妙に価格に影響します。よく留意して手に入れるときは、山鳥ですか、枝継ぎですか、畑作りですか、そのようなことを質問なさってみるのも一つかもしれません。いかがだったでしょうか。わずかなご紹介ですが、昨今の盆栽界の樹種による値段の動向を少しお伝えできたかと思います。ただ私が伝えたかったのは、値段の動向に左右されるのではなく、日本の盆栽を楽しむ方々、プロも含めて何を基準に持っていなければいけないか、そこだと思います。五葉松や赤松の値段の凋落は憂うものがあります。なんとか自分たちで支える術はないものか。その内容の良さを皆様にお伝えして、
私たち自身が実践していくべきだと痛感しています。わびチャンネルは苦言にも近いこともお伝えしたり、その時その時の世の中、その時の手入れ、文化、人、後半にわたって皆様にアーカイブでご覧いただけるようにしています。ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。